はいどうも、今回はこちらの段ボールに入っているジャンク布団乾燥機をやっていきます。到着時に中身が入っているかで確認しているので、蓋は開いています。中身はこちらですね。画面に入りきらないので横向きですが、取り出した感じこんな感じですね。メーカーはアイリスオーヤマの布団乾燥機カラリエ、型番というか品番ですね。FKC1WP ってものですね。2015年製です。なかなか古いですね。外観は汚れは多少ありますが、割れなどなく綺麗ですね。で、こちらのジャンク理由、電源が入るときと入らないときがあるとのことです。おそらくこの辺にタクトスイッチが入ってるので、接触不良ではないかと思います。まだ分かれないですけどね。動作確認してみます。電源コードはここですね。電源コードはなかなか変色してますね。これはトラッキングが起きた寸前のような感じになってますけど、掃除して落ちますかね。拡大するとこんな感じですね。PSE マークの部分は変色しているのか汚れているのか焦げているのかわからないですね。拭いてみます。汚れですね。汚れといえば汚れなんでしょうが、若干この間に埃が溜まって焦げた可能性はありますね。硬くもなってないので炭化はしてないっぽいですね。一応こんな感じで掃除できました。完全には落ちないですね。ケーブルも黄色く変色してるので経年劣化だとは思います。見えるフィルターは結構ホコリありますね。ホコリあるんですが、このフィルター取り外しとはできない構造ですね。分解しないと取り外しできないと思います。とりあえず動作確認をします。コンセントの電源を入れます。これは初めから電源は入らないタイプなんですかね。スタートボタンを押してみます。これが電源。停止とかスタートが電源ですね。電源ちゃんと入りますね。モード選択も動きますね。温度選択の手動。ちゃんと押せますね。時間選択。スタートを押してみます。動きますね。これラッキージャンクじゃないですかね。コースも破れはないですもんね。電源以前に取れましたけど、これは効いてないジャンク理由ですね。まさかの先が取れました。とはジャンク理由は本体ではなくこの部分ですね。本体は動かないって聞いたんですけどね。とりあえずこちらを直していきます。その後内部にホコリが溜まっていると思うので本体も分解して内部清掃します。まさかの。このまま接着すればいけそうですね。接着するにしても一度この部分を分解しないとダメですね。これで外れました。この中は綺麗ですね。これをどうにかします。内部のコイル状の針金を引っ掛けて、あとは接着してあったんだと思います。柔らかい接着剤ですね。簡単に剥がれます。反対側の接着剤も除去します。結構柔らかい接着剤なんですかね。綺麗に簡単に取れますね。除去できました。接着し直すので一度拭いておきます。清掃ができたので接着する前に仮でつけてみます。
ちらの溝完全に合致するのかと思いきや、そうではないですね。結構隙間ありますね。これは接着剤ベタ塗りで留めるしかないですね。ベタ塗りして回して入れるのではなく、この部分をこう開いて入れる感じですね。じゃないとダメですね。使用する接着剤はこちら。G クリアですね。部屋の片隅に転がってた年代物です。これで乾くまで置いておきます。で、乾くまで置いておくんですが、その間に本体を分解して内部の清掃をします。内部を清掃するために分解していきます。で、ネジが1本、2本、3本、4本、で左右に5、6と見える位置にはとりあえずあります。とりあえずそれだけ外します。上部のこの部分に爪があるので外します。反対側も外します。反対側のこの辺が外れないですね。爪があるような部分がこの辺とこの辺に見にくいですけどありますね。色の変化でわかるかもしれないです。こんな感じで開きます。内部綺麗といえば綺麗ですね。内部のフィルターですが、ここまで分解しないとやはり取り外せないようになっています。こんなフィルターがついてますね。少しマスキングテープでやっただけでこんなにホコリが出るので、これは交換しようと思います。で、内側につけるタイプでもともとついてますが、外側に貼り付けるタイプのものを購入して取り付けようと思います。これには何かが住んでるでしょう。こちら側のフィルターは取り外せると思うんですが、ボロボロですね。弾力がなくなっていて、もうボロボロになってます。粉みたいになっちゃいますね。これもダメですね。こちらも何かが住んでると思います。ということで、このフィルターは交換ですね。またこの辺のホコリをパケで払っておきます。フィルターは外付けにすることにしたので、内部はこれで終わりですね。ということで閉めてしまいます。これで本体の分解清掃終わりました。で、フィルターを外部取り付けにしたので、フィルターを探していきます。その間にホースの先端は乾くと思います。少し日はけましたが、フィルターの代用品で100均の換気扇フィルターを購入してきました。厚手タイプですね。接着剤もその間にしっかり乾きましたね。で、それはいいんですが、その間にジャングリオのような症状が勝手に出ました。で、症状としてはまず勝手に電源が入ってピッピ鳴っているって感じですね。で、その他にも再現性は低く動画にはあんまりできないんですが、一応撮影したので見てみます。こんな感じですね。で、動画から症状をまとめると、コンセントを挿すだけで勝手に電源が入る。スタート、温度選択、時間選択ボタンを押しても反応しない。モード選択は一瞬反応するが元に戻る。電源が切れないって感じですね。初めの動作確認の時は動いていたので、予想としてはになるんですが、接着剤が完全に乾くまで待ったり、フィルターを用意している間に室温が下がってるんですね。その室温が下がったことによってコンデンサーが劣化してるという可能性があります。なので、撮影をしながら寒い部屋に放置してみました。で、ピッピ鳴るようなことはなかったんですが、勝手に電源が入るという現象は撮影できました。その動画はこちらですね。
さらに進めて5分経過すると電源が切れる機能で電源は切れて何事もなかったようになります。その後もう一回電源入るんですけどね。確実な再現性がないので特定できるかはわかりませんが、一度開けて確認します。ケース開ける部分はスキップですね。ケース開けたところからですね、コンデンサーがこの部に1、2、3、4箇所ありますね。この辺も一応コンデンサーではありそうですが、この辺は多分大丈夫でしょう。一番怪しいのは電解コンデンサーですね。を確認していきます。とりあえず全て基板外してしまいます。操作基板側のこの部分にもコンデンサーついてますね。タクトスイッチは特に変な動きしてないですね。ということでコンデンサーを一度確認します。コンデンサーこの部分2箇所ですね。を取れば外れると思います。ついてたのは 16V100 マイクロファラッドですね。122マイクロファラッド。大丈夫ではないですかね。次はこの4箇所ですね。一応マーカーで印をした部分がコンデンサーの足ですね。2箇所、2箇所、2箇所、2箇所になります。すべてのコンデンサー外せました。一つ一つ外観を見ていきます。外観は防爆弁も問題はなさそうですね。大丈夫ですね。見た目は OK です。すべて見た目は大丈夫ですね。電源基板側にあったコンデンサー取り外したので測っていきます。まずは 400V10 マイクロファラッドですね。9333ナノファラッド。直せば10マイクロファラッドですね。内部抵抗が 3.6 オーム。3.6 ちょっと高いような気がしますが、どうなんでしょう。25V47 マイクロファラッド。50.33 マイクロファラッド。内部抵抗は2オームですね。2オーム。結構高いような気がするんですけど。25V100 マイクロファラッドですね。105.9 マイクロファラッド。内部抵抗が 1.1 オーム。1.1 オームぐらいだったらいいと思うんですけど。もう一つの 25V100 マイクロファラッドですね。105.4 マイクロファラッドの内部抵抗が 1.1。同じですね。計測してみたところ、こちらの2つですね。400V10 マイクロファラッドと 25V47 マイクロファラッドの内部抵抗が高いような気がします。容量は大丈夫だったんですけどね。こちらは持ってないんですが、こちらの47マイクロファラッドの方が新品があるので比較してみます。55.54 マイクロファラッド、ちょっと高いですけどね。内部抵抗が 0.56 オーム。こちら2オームだったので、約4分の1ですね。なので予防も兼ねて全て交換します。それで治るかはわかりませんけどね。治ればラッキーという感じで。他に低温になって不具合が出るっていうのはコンデンサーぐらいしかないですからね。ということで、コンデンサーを注文します。新しいコンデンサーが届いたので続きをやっていきます。少し時間経ったんですけどね。一応取り付ける前に比較をしてみます。まずは 400V と10マイクロファラッドを比較してみます。同じルビコンですね。元のついてたものの方が大きいです。もともとついてたコンデンサーの容量が9336ナノファラッド。内部抵抗で直列抵抗ですけど 3.5 オームですね。新しいコンデンサーが9598ナノファラッド。内部抵抗 1.1 オームですね。1.1 オームなので約3分の1ですね。次はこちら 25V100 マイクロファラッドですね。古いもの1つ目 105.6 マイクロファラッドの内部抵抗 0.91 オームですね。古いものというかもともとついてたもの 106.4 マイクロファラッド。内部抵抗 0.94 オームですね。新しいもの 93.91 マイクロファラッド。内部抵抗1オーム。これは変わらないですね。新しいもの2つ目 93.08 マイクロファラッド。内部抵抗1オーム。
次はこちら 25V47 マイクロファラッドですね。新しいものは低いものしかなかったので直径は大きいです。元々のもの 50.52 マイクロファラッド、内部抵抗 1.8 オーム。高いですね。新しいもの 46.37 マイクロファラッド、内部抵抗 1.2 オームですね。次はこちら 16V 100マイクロファラッドですね。119.2 マイクロファラッド、内部抵抗 0.52 オームですね。新しいもの 94.10 マイクロファラッド、内部抵抗1オームですね。比較してみたところ、やはりこの2つ、400V 10マイクロファラッドと 25V 47マイクロファラッドの内部抵抗が高いですね。この2つを交換すればいいと思うんですが、一応すべて注文したので全部交換します。で、やっていきます。これで見える範囲5箇所すべてのコンデンサー交換終わりました。これで大丈夫だとは思うんですが、まだわからないので、組み立てて動作確認をします。これで本体の組み立てが終わったので、ついでにこの先をつけてしまいます。こんな感じになるんだと思います。いいんですよね。多分。次にこの部分にこのフィルターを切って取り付けます。で、こちら側にある下側のフィルターですね。これ両面テープで貼っておきます。枠を作ってもいいんですが、枠をいちいち交換するとコストがかかるので、切って両面テープの方が楽だと思います。マジックテープ入ってますね。厚さはこのぐらいですね。約2ミリあるかないかぐらいですね。微調整してこんな感じではまりました。次はこの下部のフィルターを取り付けます。換気扇フィルターにマジックテープの片割れがついてたので、これを利用しようと思います。これで大丈夫ですね。一応これ隙間がありますが、吸い込むので密着すると思います。動作確認をするのでコードは出しておきますが、これでサイドのカバーを閉めれば完成ですね。組み立て終わってフィルターも取り付けたので動作確認をします。リレーの音はしっかりしますね。電源入りますね。で、モード選択。大丈夫ですね。温度選択。この部分色変わりますね。
OK ですね。で、時間。大丈夫ですね。で、スタート。しっかり音符漏れたので大丈夫だと思います。で、寒い部屋に置いてみて、勝手に電源が入るかどうかは、この後動画が続くか終わるかで変わります。終われば治ってると思ってください。まあ一応画面に出しておきます。ということで今回はアイリスオーヤマの布団乾燥機を修理しました。このチャンネルでは今回のジャンク品修理や出会いをしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。あ、そうそう。1000人超えました。